はい、始まりました。はい。大人気シリーズのはい。有効食編が最初の1回目になります。なるほど。はい。今日は僕の大好きはい。グルールになります。はい。はい。この人ね、なんかね、イゼットが好きだって言ってるんですけどね、実際適性が高いのはグルールだと思うんですよね。本当ですか？脳がグルールだから。そう。グルール脳なんですよ。今日はこれからグルールの逃走者を始めようと思っている人におすすめの逃走者4選になります。4体選んできました。はい。まず、1体目から早速行かさせていただきたいんですが、はい。これは我々の動画でもやらさせていただきましたんで、はい、概要欄貼ってあるので見ていただきたいんですけども、はい、自由なるものルーリクサールーリクサーですよね、こいつ。ああ、そうですよ。ルーリクサー、はい、こいつはね、グルールを語る上では、欠かすことができないグルールのおたさの姫みたいな感じになってます。そうですね。そうですよね。グルールといえばこいつです。こいつです。それは間違いないと。間違いないですよね。はい。一応能力説明させていただくんですが、はい、こいつは6マナですね、グルール。はい、で、66警戒到達でして、各戦闘でまず可能なら攻撃、強制コンバットです。こいつがです。はい、で、プレイヤー1人がクリーチャーでない呪文、1つ唱えると、こいつが6点のダメージを与える。すげえダメージだっていうね。クリーチャーでない呪文、唱えますよね。唱えますよね、そりゃ。唱えないことはなんかないですよね。唱えずに戦うのはちょっと厳しいですね。確かに。単純に赤のダメージ系で勝っていこうと思うんですが、はい、上の卓ですと、例えば呪文ショックとか置いちゃったりとかすることもあると思いまして、はい、例えば鎌爪の猛竜とか、ありますよね。ありますね。最近ですよね、あれ。追加された。はい。追加されました。とかで、はい。呪文唱えたらダメージを受けるというようなものを有効に使う。そんな感じで、ダメージをとにかく削ってって、で、ウロスク玉座なんてどうかなって僕思ったんですけど、もはや統率者の効果を誘発させるためだけに、ウロスク玉座出しちゃって、12点もみたいななったらもう何にも唱えられないですと。そうですね。で、こいつ専用のカードが1枚ありまして、ドラゴンボーンの勇者、5点以上ダメージ与えると1枚カード引けるっていうつまり誰かが何か唱えたらそうです引けると。そうです。はい。だからそんなんでダメージ削ってって最終的にはフィニッシュは殴って勝ちますもう呪文を唱えられなくなった人をそうです殴って倒すと。そうです。上の卓だったら結構強いですよね。強いです。カジュアルタクだと逆にどうでしょうね。普通ぐらい誘発する回数が少なくなるかもしれないですね。ただヘイトはめっちゃ上がりますよね。めっちゃ上がる。でちょっとタクならではの太いクリーチャーにボコボコにされるからでも楽しそうですよね。そうですね。グルールでは。はい。で想像してほしいんですけど、ここからは主に赤系のダメージ削るやつとか追加されたら強くなりますし、中ハッティいるじゃないですか、ね、追加されてきますんで、ライフ削る能力が高いカードが増えてくればね、そうですね、結局相対的にはこいつ強くなるんで、なりますよね、なんでおすすめです。ぜひやってみてください。で2体目紹介させていただきたいんですけども、ゴアガッツ団の親分ラッカドラッガーになります。バルダーズゲートです。バルダーズゲートなんだこれ知らなかった。で、まず能力説明させていただきますと、グルール4マナの44ですと。で、マナ能力を持つ全てのクリーチャーが22修正を受けます。で、マナ能力を持つクリーチャーが1体攻撃すると、それをアンタップする。疑似警戒ですね。そうですよね。例えばマナクリとかが殴ってっても、ラノエルが殴ってって33で殴ってってで起きちゃうんで、戦闘の後にマナ使えますよっていうことですよね。で、あなたが呪文を唱えるたび、それを唱えるために7点以上のマナが支払われていた場合、要は7コス以上のマナが支払われていると、クリーチャーを1体アンタップして、それが77修正でトランプルだと、を得ると。トランプル得るんですよ。なるほどなるほどなるほど。
でどんな風に勝っていくかって言いますと、はい、大体どういう構成になるかというと、マナクリ、入れりゃいいんじゃないですかということもありますし、まあもちろんね、マナクリ入れ得だと、まず入れ得ですね、多くであんまりしにくいぞっていういやいやそういや先に出した必要あるからね。だってまあ1ターン目2ターン目に多くできます。結構後じゃないですか。まあ確かにね。マナクリ出た後にこれもう着地してますから。はいはいはい。そしたら死なないよ。じゃないですよね。でマナクリ入れ得ですから。で例えばマーウィンとかセルバラみたいなパワーの数マナを出すみたいなクリーチャーマナクリ結構いますよね。結構います。はい。でそいつらに7コス以上のバイバックの呪文を唱えると、7修正で7コスなんで、ずーっと唱えることができるんですよね。結局無限マナーになれる。無限マナー無限キャスト1でも上がってれば、そうですね。で無限マナー無限キャストで場に出てるクリーチャー全部無限パンプでトランプルだと。おおすごいぞこれ。さすがに死にますけどね。まあそれが勝ち筋なんですか。まあぼやかすのもされるかもしれないし。いや最悪だ。でまあ例えばドロはトスキみたいな横並びでドロしていけばいいんじゃないかっていうことを、自分サイズ上がりがますからね、並んでるマナクリーチャーの。そうですよね、はいことですかね。それでそこにたどり着けば勝てますよという感じですね。まあ想像していただくんですがも、エルフに寄せるみたいな構成もありえるっちゃありえますよね。ありえるっちゃありえる。ありえますよね。エルフロードとかも入れちゃって、エルフにガンガン寄せるっていうのも、まあ本人は全然エルフじゃないけど。ないけど。であとはマナクリ、マナ能力持ってればいいんで。そうですね。変なマナ能力持った1マナのクリーチャーとかが追加されてきますんで、はい、そうですね。クリーチャーマナにしか使えませんみたいなマナクリでも、全然余裕でこいつはそうですねパンプされますんで、はい、出せばいいしクリーチャー。そうだからちょっと楽しそうですね。いいですよね。はい。こいつはコアな部分がとても安いのでだいぶお安く組めます。はい。はい。でまあ強いですよね。はい。でやってみてくださいという3体目行かせていただきたいんですが、陥落の神ゼナゴスになります。はい。これは最近よくやってる友人が使っていらっしゃって、これいいなと思いました。これもなかなか伝統的な逃走者ではあると思いますけどね。そうですよね。はい。でなんか楽しそうだったんで、ここで紹介させていただきたいなと思うんですけども、能力まず説明します。グルル5マナで6号の破壊不能、エンチャントクリーチャー、まあ神ですから。神ですから。で赤と緑の真珠が7未満である限りクリーチャーではないと。7です。大体こいつクリーチャーにならないです。ならないですか。でもなんか結構並べていけばなりそうですけどね。だってファッティじゃないですか入るのが。確かにだから遅いってことですよね。1体とかしか出てこないですよ。なるほど。であなたのターン中の戦闘の開始時に、今度は他のクリーチャーですね、ゼナゴス以外のクリーチャーを1体指定して、それが速攻とパワータフネスが倍になると。はい。倍殴って速攻で殴ってくぜって。そう。めっちゃいいですね。グルーっぽいですよね。そうっすよ。並べてって例えばどんなカードが入るかって言いますと、外霊とか、いいですよね。やばいですね。外霊出して一人倒せますよね。なぜか速攻得ちゃうし倍になるしいいですよね。そんなチューファッティ入れちゃって、例えばカーラックとか再戦闘できちゃうみたいな。そうですね。再戦闘するとなんと都合4倍になるっていう。やばいぞ。でパワー参照とかパワー倍になったらできますんで、パワー参照系がおすすめです。お好みのチューファッティ入れちゃって殴っちゃっていいんじゃないかということで、でフィニッシュ手段はブラッドサースター1倍コンボだっていう。もちろん単純にね、再戦闘する流れで点数で死にますよ。死にますよ。点数で死にますが、コンボとしてはブラッドサースター。そうですよね。だいぶ点数削れますからね。港を滅ぼすものもね、結構点数削れますんで、入れてもいいんじゃないかと。まあそんな感じで想像していただきたいんですけども、再戦闘きますよ結構。意外ときますよね。意外ときます。でチューファッティは普通に来ます。まあそらそうね。サイカのドラゴンの新しいやつとか。なるほどね。そういうのでも結構強い。結構強いですよね。でそんなんで楽しそうなんでおすすめですという感じになります。最後ちょっと変わり種のカジュアル系のやつを紹介したいんですが、芸人ベイロス・バリテル
はい、と背景が巨人育ちバルダ巨人育ち好きすぎるこれも動画で一回やったんですが、はい、それは種族王をベースに考えられてまして、はい、エルフ中心に考えました、はい、だからエルフが多い構成だったんですが、はい、昨日種族王出てきたんですが、はい、そんな環境ではなかったです思想とか言ってる場合じゃなかったなんか8ぐらい炊くレベルでした、はい、まあですよねそれは高かったですだいぶ、なんで思想とか言ってる環境じゃなかったんで種族王では通用しないかもしれませんその構成は、はい、もっとカジュアルなタクで考えますと、こいつの能力をまず説明させていただくんですが、はい、5マナの25です、で対戦相手がコントロールしていてこいつよりもパワーが小さい、だからこいつは25なんで、2よりも小さいパワーを持つ全てのクリーチャーが思想されます、はい、という能力です、で思想されていて攻撃をブロックしているクリーチャー1体が死亡すると、ホームストークンが出ます。これ地味にこれ結構染みてきます、地味にというか結構効くでしょそれはこいつ再キャストする種になれますんで、でパワーが2じゃないですか、なんで1じゃないと思想できないんですが、これが巨人育ちがなんと逃走者を10乗にするというエンチャントですんで、10乗にすると9以下が思想されます、ほぼ全てされるとほぼ思想です、はい、ほぼ思想できるっていう逃走者になります。まあエルフに寄せた構成ですと、ちょっとマナクリとかがチュンチュンされちゃったりとかするとちょっときつかったので、ファクトベースにしていって伸ばす構成ランプとかにした方が良くてですね、マナを伸ばす構成が結構おすすめです。マナを伸ばすと、巨人育ちがもちろん出ますし、でベイルスパリテルが出たことによって死亡したとしてももう一回再キャストできますんで、でそのマナを伸ばしてってフィニッシュ手段は地震系みたいなカード横やり地震、なぜなら全員思想されてるから全員思想されてるんでお互いに削り合ってライフが減ってるはずだと。そう減ってるはずです、もうライフなくなって、しかもこっちはまだ伸びてるはずなんでマナが、こっちのライフの減りは相対的には低いはずだと。そうです、地震打ってもう自分だけ少ないみたいな場面が結構あります、で一応ボードでも勝てますけど、でそんな感じであとは好きなカード入れてくださいという感じになるんですが、ここから想像していただきたいんですけど、まずパワー3章、パワー3章は10ですから大体10ですから入れてもいいんじゃないかなっていうことになりますし、こいつのいいところはスロットは結構自由です、グルールのどんなカードを詰め込んでもデッキが成り立ちます、そうですね、だってこれベイロスバレデルに巨人育ち買ったらもう、成り立ってるデッキなんで、もう終わりですよある意味もう完結してるんでグルール好きな人は、グルールの好きなカードいっぱい何でも入れられますんで、グルールをおすすめ、一番おすすめかもしれませんなんでこいつをやってみてはいかがでしょうかという話になります、でそんな感じで4体紹介させていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。大丈夫ですか白黒の話じゃないんだけどさ、結構実は似たり寄ったりっていうところが確かにね、みんなそれぞれが中に入るんじゃないかみたいななりますよね。カードパワーが低いからだから強いカードは共通して入れなきゃいけないことになってくるんですよね。そういうこともありますかね。他にもねグルール好きな人は好きな逃走者コメントしていただければありがたいんで、チャンネル登録お願いしますということでお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。